日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。時々生徒さんと話していると意味は通じるけど少し不自然な日本語を耳にすることがあります。例えばある生徒さんはこう言いました。彼女にプロポーズして第1回は断られましたが第2回は OK してもらいました。皆さんどう思いますか？もちろん意味はわかりますが、これらはそれぞれ1回目と2回目と言った方が自然ですね。時々本当は1つ目、2つ目、3つ目と言わなければいけないのに第1、第2、第3と言ってしまうことがあります。でも日本語ではこの2つの言い方には違いがあります。今日はそのことについてお話しします。まず最初に出てきた第1回は断られましたが第2回は OK してもらいましたという文ですが、これは1回目は断られましたが2回目は OK してもらいましたというのが普通です。どうしてだと思いますか？1回目のプロポーズはこの男の人にとっては1回目かもしれませんが相手にとっては1回目かどうか分かりませんね。もしかするとこの女の人は今まで他の人から10回プロポーズされたことがあるかもしれません。つまり誰から見ても1回目というわけではありませんよね。それで誰から見ても1回目の場合、つまり固定のもの、普遍的なものには第1、第2を使いますが、固定のものでなければ何々目を使います。ちなみに今出てきた1回目のプロポーズっていう言い方はもちろん最初のプロポーズとか初めのプロポーズということもできます。では問題です。あなたの家に棚があります。そして辞書はここにあります。この場所のことを日本語で何と言えばいいですか？これは上から数えるか下から数えるかによって言い方が変わってきますよね。この場所は上から3段目の棚ということもできますし、下から2段目の棚ということもできますね。もし1段、2段、この段っていう言葉が思い浮かばなかったら大丈夫です。大抵のものは番を使えばいいんですね。この場合は上から3番目の棚とか下から2番目の棚などの言い方ができますね。じゃあ次の問題です。あなたはもうすぐ海外旅行に行きます。空港には以前は1つしかターミナルがありませんでしたが最近新しいターミナルができました。タクシーの運転手さんにその場所に連れて行ってほしいとお願いする場合何と言えばいいですか？第2ターミナルまでお願いしますですね。新しくできたターミナルは普通第2ターミナルという名前がついています。これは誰から見ても同じことですね。ある人から見ると第1ターミナルだけどまた別の人から見ると第2ターミナルだということはありえません。このように固定の名称、名前がついている場合は第1、第2という言い方をします。次の問題です。もし銀行までの道案内をするとすればどのように説明しますか？何々交差点を右に曲がると左側にあります。これは2つ目の交差点または2番目の交差点ですね。これは道を尋ねてきた人と自分から見ると2つ目ですが他の人から見ると2つ目であるとは限りませんね。ち
ちなみに2つ目と2番目は同じですので、どちらを使っても大丈夫です。ただ、もしこの交差点に第二交差点という名前がついている場合は例外です。そういう名前があるのなら、どこから誰が見てもこの交差点は第二交差点なので、このような言い方をすることはできます。ところで第一には副詞としての使い方があります。一番大切なこと、一番初めに考えなければいけないことという意味で、文の初めに第一何々何々ということがあります。例えば家族の誰かがねえねえどんな犬を飼うと聞いてきた場合、こう答えられますね。いやいやちょっと待ってよ、第一このマンションはペット禁止だよ。この場合の第一はそもそものような意味になります。そもそもにももともととか本来はとかとにかくという意味がありますね。ですから第一という言葉を文の最初につけることによって、その話をする以前の問題としてとか、それよりももっと大切なポイントとしてという意味を表すことができます。はい、わかりましたか？では復習してみましょう。皆さんももしかすると日本語の教科書を持っているかもしれませんが、教科書の一番初めの部分、外来語で言うとレッスン1のことを外来語を使わずに言い表すとどうなりますか？そう、第一課ですね。これはいつ誰が見ても第一課という名前がついているので、普通は一番目の課などの言い方はしませんね。じゃあ次です。もし去年初めての日本語能力試験を受けて、次にまた同じ試験を受けるなら何と言いますか？明日2回目の試験を受けると言いますね。これは自分個人の視点に立って考えているので、1回目、2回目、3回目という言い方をします。ただ時々試験そのものに名前がついていることがあるんですね。例えば第56回日本語試験などです。このようにあるものの名前、名称について言うときには第何回という言い方をすることもあります。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。